どうもこんにちは。大阪梅田なにわ割烹のぼる店主落合です。今寒いのでちょっと体が温まるようなあんかけの料理を一品、作らさせてもらおうかなと思ってます。冬にも美味しい牡蠣と、皆さん結構レンコンまんじゅうとかお好きな方もいらっしゃると思うので、今日はハス蒸し、ハス、レンコンのレンと書いてハス、をしていこうかなと思ってます。まずはレンコンすりおろしていきたいと思います。レンコン、土がついてるのできれいにたわしでこすっていただいて、この節目のところを落としていきます。ここはもう食べれないのでいきます。お家だとピーラーでピャッピャピャッピャ剥いたらいいかなと思いますけどせっかくなんで包丁で薄く薄く剥いていきます。剥けたら剥けたところがちょっとアクが出てくるのでさっと水で洗ってくださいもう本当にさっとでいいです。おろし金、細かい方と粗い方があります。今回は粗い方でちょっと食感も残したいので粗い方ですっていきます。寒い時にハス蒸しとかしたら体が温まるんで美味しいですよ。で今回すりおろしたレンコン、レンコンってもともとでんぷん質強くて粘り気もあるお野菜なので、もうつなぎの粉系とかは入れません。もうちょっとふわっとさしたいので、レンコンすりおろしたレンコンに、メレンゲだけ入れてつなごうかなと思ってます。次にすりおろしたレンコンに混ぜる、卵白メレンゲですね。メレンゲを立てていきたいです。だいたいすぐ泡立つんですけど、だいたい6分7分ぐらいの泡立て加減でいいかなと。ボウルに斜めにしてこうやってやるとやりやすいんで、だいたいこんなもんですかね。もうちょっと立ってっていうような、こんなもんです。先ほどの、すりおろしたレンコンに、メレンゲですね。これ分かりやすくするように、結構多めにメレンゲ立てました。本当は実際こんなにいらないです。これに対してもスプーン1杯もいらないんで、本当ちょっとだけです。本当にこんなもんだと思います。で、ちょっとだけ少しお塩入れてください。下味ですよね。本当に少しです。入れて、せっかく泡立てたメレンゲが崩れないように、もう本当に包み込むようにサクッとでいいです。もうちょっと食感出すために今日はきくらげ刻んだものもご用意しているので、こちらも混ぜていけたらなと。でこれも同じくちょっと包むように、これで大丈夫です。牡蠣なんですけども、チューブのやつ、チューブの牡蠣を買われることが多いと思うんですけども、一度塩水でさっと洗ってください。そのままでも大丈夫といえば大丈夫なんですけども、やっぱり殻がついてたりとか汚れがついてたりとかするので、さっと洗ってあげてください。それで、洗うことによって何ていうんですかね、ちょっと生臭みも取れたりします。臭みとか汚れを取るために霜降りをするんですけども、牡蠣とか火を入れすぎると硬くなるので、沸かしたお鍋とかそういったものにジャブンとつけるのもいいんですけども、こういった感じでボウルに入れてちょっと冷ます。大体80度から90度ぐらい、少し低めの温度で本当にもうささっと洗うような感じで霜降りしてあげてください。昔ちょっと一時流行った50度洗いとかあるじゃないですか。あれとイメージはちょっと近いかもしれないですね。今日の牡蠣のハス蒸しはもう簡単なので、もうさっとできる仕事、です。なので、あとあんかけにするんですけど、そのあんの中にうるいな山菜をちょっと入れていけたらなと。今回は生姜を最後すりおろした生姜を添えるだけに
添えるだけなんですけども、それをあんの中に混ぜてもいいですし、三つ葉とかそういう、ものを混ぜてもいいです。本当にお好みなんで、逆にカニとかご家庭でしたらカニカマとかを手でちょっと細かく裂いて、それをあんかけにあんに入れても美味しいです。ちょっと中華っぽいイメージになるかもしれないですけど、いろいろアレンジの仕方はあると思います。ちょっともうザクザクと切っていきますね。先ほどのおろした、レンコンと、お湯洗いした牡蠣を、これから、だいたい85度90度ぐらいで、だいたい10分ぐらいあれば十分かなと思います。で蒸すのにちょっとお酒、日本酒で洗ったお昆布の上に、牡蠣のせていきます。牡蠣にも軽くほんと軽くパラパラパラとお塩下味ですけどね、ちょっとパラパラとしてください。見えにくいと思うんですけど、薄く塩がのってます。この上に先ほどの、レンコンですねをドカッとのしてください。でこれで、蒸していきます。じゃあ蒸してる間に、あんの方作っていきたいなと思います。お鍋に、分量のお出汁を入れて、火にかけます。入れて火にかけていただいて、で、分量通り合わせていただけたら大体大丈夫かなと思います。薄口、みりんで、お塩だけはもう分量がないというか、もうお好みでもなるんですけど、あんまり入れすぎたらやっぱり辛いので、もうそれはもう確かめながら作ってください。まずは2つまみ入れときます。沸いてきたら、先ほどのうるい菜たっぷりと入れてください。うるい菜は本当にさっと沸いたら食べれます。逆に湯がきすぎるよりも本当にさっと湯がくぐらいの方が歯ごたえもあって美味しいかなと思います。で水溶き、ご家庭では片栗粉でいいと思うんですけど、今回は吉野くずを使いたいと思うんですけど、必ず沸いてるところに入れてください。もしくは沸かす前に入れてください。それは何でかというとダマになりやすいので、必ずゆっくりでいいので混ぜながら少しずつとろみの加減を見ながら少しずつ入れていってあげてください。で入れた後ちょっと濁ってるんですけども、少し沸かしてあげると、あんにも透明感が出てきます。やっぱり粉臭さが沸かすことによって取れますので、片栗粉も一緒でで、よく沸かしてだいたいこれぐらいの透明感が出てきたら大丈夫です。じゃあこれ蒸し上がってきた、ハス蒸しです。仕上げにかかりたいと思います。この昆布も一緒にすくって盛り付けといてあげてください。お昆布も食べれますんで。先ほどのあんをかけていきます。あんかけはね、もう体の芯から温まるんでたっぷりとかけてあげてください。生姜も体の芯から温めます。これで完成です。いただきます。
食べにくい器なんやるけど。レンコンすごいもちもちですね。粉入れないのにこんだけもちもちしてるってすごいですね。今日めっちゃ寒いんで生姜めっちゃ温まります。私が聞いてて優しいです。今うちはウエスティンホテル、大阪の梅田のすぐ近くのウエスティンホテルっていうところで、一軒家でお店をさせていただいてます。大阪の食材にこだわらず、日本全国、いろいろな、ね、食材を使って、僕なりのお料理を、皆様に感じてもらいながら楽しんでもらえたらなと思いながら日々勉強してます。うちは本当にゆっくりと来ていただいて、お酒も楽しみながら、お料理も楽しみながら、僕との会話も楽しみながら、スタッフもキャラの濃い子がたくさん揃ってますので、スタッフに会いに来ていただけたら、いいかなと思います。直接会いましょう。グルメスタジオフーバー、にもぜひ足を運んでみてください。毎日日替わりでいろんな料理人の方々、古典的な料理から目新しいことまで皆様に手取り足取り、詳しく教えてますので、ぜひそちらまで足を運んでみてください。